ところで皆さんは続編出たら見たいと思いますか？私はね、あらま、チクション、ガンダムシードの人気がすごいですね。今日の時点で興行収入が34億円。ちなみに私は現時点で計4回見に来ました。純粋に見たいのと日本語で理解するにはやっぱり1回だと難しい場面が多かったので4回また行きたいですね。ちなみに今日の動画は映画レビューみたいなまとまってるものではなくて、私の印象に残ってるシーンについての感想や感情をありのまま語りますのでよろしくお願いします。今日はネタバレ全開の動画になっているので、まだ知りたくない方はブラウザバックしてね。じゃあそれではシオンのシードフリーダム感想動画いきます。まず全体の感想としては、シード好きの期待に全て応えてくれたような、料理で例えるとフルコースのような作品でした。物語、戦闘、演出、キャラの構成、笑えるところ全て見せてくれた、まさにフルコース。満足感が半端ないのにもうお腹いっぱいではなくて、また何回でも見たいと思わせてくれて素晴らしかった。まず印象に残ったシーンといえばアスランのズゴク。アスランがズゴクに乗って助けに来るなんて様相がいすぎ、興奮したそして出てくるタイミングも完璧だったよね。キラがあと一歩でやばいってピンチに両手についてるシールドでこうして守るって、アスランかっこよすぎ。しかも2回目のストフリ守った時はガンダムの史に残る名ギミック、キラを守って壊れたズゴクの中から忍者の錦登場。一瞬何が起こったか分かんなかったもん。発想とアイディアが飛びすぎててずっと口開いて見てた。2回目3回目4回目はここで出てくるって分かっててもびっくりする。とシュラを倒す時のこれね必殺の一撃。あとガンプラ見るとね、ここが稼働できるような構造になってて、完成したら絶対遊べるねところで皆様、このズゴクガンプラで発売されると思いますか？もしされるなら忍者がその中に入るということになるんですけど、どういう風に収納されるのか。ズゴクが一回り大きくないと無理だもんね。あと今回の映画はシードとシードデスティニで悲しい結末に迎えた人たちへの追悼というか救いのシーンにも胸が熱くなりました。デスティニースペック2のカラーがレイのレジェンドガンダムのカラーだった件、戦友の意志を受け継いで戦うシーンに胸熱でした。でそして活躍だったしね、強すぎてかっこよかった。シードデスティニーの時は不完全燃焼だったから積年の思いを晴らすように活躍してくれた感じ。キラにも任されたし、ルナマリアとも深めたしね。そうルナマリアで思い出したんですけど、アグネスもちょっと切ないキャラだったんですけど、今回の映画のメッセージの一つが言わないと伝わらないということかなとも思ったんですね。そういう観点から見るとアグネスって素直に自分の気持ちを伝えるじゃないですか。それで断れてもう裏切っちゃうんだけどそういう自分の気持ちを素直に言えるということはすごく評価してあげないとって思った。アグネスのおかげでルナマリアも素直にシンに対してちょっと自分の気持ちを伝えることができたかなとも思ったし、最後にアグネスと戦う相手がルナマリアじゃなくてキラだったらもっと彼女にとっては救われたのかなって思いました。話戻って、シンといえばステラ
ブラックナイトがシンの心に介入しようとした時、シンは私が守るって出てきて、またキュン。ステラとシンといえばデスティニーの時本当に悲しいシーンだったから、ステラがシンを守ると出てきたのも本当に嬉しかった。シンとステラの関係に抱いていた負の感情を浄化してくれたというか、救いのポイントだったね。あとデュエルガンダムがデュエルブリッツになっていたこと、シードでやられちゃうニコルのブリッツガンダムが残っていたのもすっごく嬉しかった。あとニコルといえばミラージュコロイド、これも今回戦術としてめっちゃ機能してて、やっぱりミラージュコロイドってシード最強の戦術じゃない？パイロットのイザークとディアカも成長してて嬉しかった。性格はそのままで心は成長したって感じだったね。アスランとキラが殴り合うシーン、非常に印象深い。キラはシードから大変なことがあって、今回の映画でもラクスに裏切られてしまったと思ったから、ああやって全て捨てて自暴自棄になっちゃうのもわかるよね。キラが一方的にボコられたり、シンが途中で入ってきてやられたりしたのはちょっと笑っちゃったんですが、あそこまで思ってくれるアスランが友人で本当に良かったよね。私の横の方は泣いてたもん。何度も見てたらキラの気持ちもアスランの気持ちもシンの気持ちも伝わってきて、あらま、変態じゃないよ。ちょっと泣きそうというか泣いてるし泣き虫です。やっぱりね、シードデスティニーとシードフリーダム、この延長線の感情線を見てたらもっと楽しめたね。敵としてのファンデーションの存在感もすごかったね。私が一番ファンデーションの中で印象に残ったのはやっぱりオルフェとイングリッドの関係。とにかくイングリッドが切なくて、イングリッドは他のアコードとは違う人間らしさがあって、その人間らしさが弱さでもあるけど逆に強さとも感じました。頑張れって応援したくもなった。アコードが背負った運命って役目を果たしてこそ存在意義があるというもので、逆に役目を果たさなければ存在意義がないという十字架を背負ってて、オルフェは途中まではアコードらしく本当に完璧なキャラだったよね。でも途中からラクスに心を閉ざわれてしまってからは崩れていたよね。ああって。オルフェ自身の役割、ラクスと二人で世界を滑るができなくなって、オルフェ自身の存在意義が危うくなった。なのでオルフェという人は皮肉にも自分自身の存在や葛藤をもってしてアコードとデスティニープランに対するアンティテーゼを示してしまうという辛い。オルフェとイングリッドといえば最後の戦闘シーン言わないとね。オルフェ・イングリッド対キラとラクスの対決になったけど、この時もイングリッド辛かった。キラとラクスは隣同士で座ってて、お互い見つめ合いながら意思の疎通をしながら、ラクスがキラの方に首をこうしてもたれかかることもできたのに、イングリッドとオルフェは前後だからお互いが見えない。運命の位置によってコックピットに縛り付けられてるというか、切ない。最後にイングリッドとオルフェが大破するとき、記憶が正確ではないんだけど、イングリッドが私は知ってるからって言うじゃない。その時爆発する瞬間、オルフェがイングリッドの方を振り向いたんだっけ。
そこがすごく気になってて、なぜかというとオルフェがイングリッドの方を見るか見ないかでイングリッドの救われ方が違うもんね。せめてオルフェに振り向いてもらえたら、よく覚えてないけど振り向いてて、もし正確に覚えてる方いらっしゃったらコメントに教えてください。ところで皆さんは続編出たら見たいと思いますか？私はね、見たいって思う自分と、このまま余韻を楽しみたいという自分、2人の自分がいます。ということで以上、ガンダムシードの感想動画でした。取り留めなく感情の向くままに話しましたが、いかがでしたか？はい。まだまだ話したいことがたくさんありますが、2時間以上の動画になっちゃいそうなので、これ以上話したら声出して泣き出すと思うシードの魅力をここまで表現してくれた福田光雄監督と制作の方々、スタッフの方々、素晴らしい映画をありがとうございます。映画は終わっても、もうグッズやガンプラの発売は今年ずっと続くので、シードブームは終わらないどころかこれからだね。そういえば私ロボット魂予約しました。キャー、でも3つで5万円高え今後もシードのガンプラやレビューの配信していきますので、お楽しみにしてください。はい、それではいつものやついきます。ジークション。